こんにちは、ホロロです。マイホームヒーロー4話を視聴しました。今回から哲夫と京一が行動を共にすることになりました。サラリーマンの哲夫と半グレ集団の構成員の京一。この二人がバディを組んで実在しない殺人犯を追う。まさかこんな展開になるとは思ってもいませんでした。ところで京一って原作の設定では20歳なんですよね。女子大生の娘がいる哲夫。親子と間違われてもおかしくない年齢差です。立ち位置も世代も違いすぎる2人。果たしてうまくやっていけるのでしょうか。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマではフェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信、見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。では、ストーリーの振り返りを行っていきましょう。哲夫の信人の行方を2人で見つけましょうという提案に乗ることにした京一。なぜか。一時は哲夫に信人殺害の罪をかぶせてこの難局を乗り切ろうとたばかった京一でしたが、人一人をこの世から消すというのは大変なことです。社会に属する人間に罪をかぶせて殺害し隠し通すのは、時間もお金も労力も膨大にかかります。組織にもただならぬ影響が及ぶことでしょう。やっとの思いで後処理を終えた後で、万が一信人が生きて現れるなんてミスを犯したら京一の立場はありません。たった一つのミスが生死に直結する裏社会。哲夫に向けた銃の引き金はあまりにも重たすぎました。そしてここにサラリーマンと半グレの異色のコンビが誕生したのです。もちろん二人の間に信用の2文字はありません。哲夫は人一人殺しておいてしらばっくれています。京一は哲夫が信人失踪に関わっている疑いを解いていません。これは形だけのバディ。お互い協力するふりをしながら、隙あらば相手の喉元を狙っているのです。協力体制を敷く前に京一は哲夫のスマホを取り上げます。手際よくデータをコピーし、電話には必ず出るよう強要します。電話に出なければ家族全員を殺すそうです。哲夫と組むことになった経緯を忘れてしまったんでしょうか。あまり殺すを連呼するのは生きった中学生みたいで、ちょっとダサいです。家では解放された河川さんが待っていました。ラップフィルム拷問に耐え、京一の仲間相手に口八丁で生き延びました。しかしもうこれ以上は家族を巻き込めない。と哲夫は決意を改めます。大丈夫。哲夫には新しい仲間がいるのです。真島、京一くんです。でも、金曜日までに見つからなかったら殺すと言われてます。生き残るための方法はただ一つ。証拠をでっち上げ、羽鳥信人は生きていると偽装する。自分以外の全てを欺く哲夫の新たな戦いが始まります。二人は信人の手がかりを求め、彼をよく知る人物の元に向かいます。負わされた怪我は赤い帽子で隠しました。たどり着いた先はキャバクラでした。そこには信人の交際相手、響がいるのです。響はキャバ嬢ですが、信人とは本気の交際をしています。あれ？信人って麗華と付き合っていたのでは？哲夫は疑問を抱きます。信人にとって麗華はあくまで金づるのターゲット。本気で付き合っていた相手が他にいたのです。そして、響も自分の立場を理解し、麗華の存在を認識していました。響は二股をかけられたことになりますが、気にしている素振りはありません。二股をかけられて恨んでいたのではと、信人失踪の疑惑をかけてみますが、箸にも棒にもかかりませんでした。京一も響が関係しているとは考えておらず無反応です。響はかつて、信人が麗華について話をしていた内容を教えてくれます。絶対に父親としては聞きたくない話でした。たまらなくなりトイレに駆け込む哲夫。京一が余計なことを喋りすぎだと釘を刺します。同情から来るセリフだといいのですが、哲夫はトイレで怒りをぶちまけていました。ぶっ殺してやる。殺人に対する心理的ハードルが膝下まで下がっています。ところで怒っている相手は信人なので、すでにその願いは叶えられています。その言葉を思い浮かべた時には、もうすでに終わっている。ヤングの美学ですね。響も相手が麗華の父親だとは思っていないので悪気はありませんでした。大丈夫？とトイレから出てきた哲夫にハンカチを差し出します。そして哲夫と二人で話をしたいと連れ出します。うろんげな眼差しで京一は二人を見送りました。信用していない哲夫が何か秘密裏に話をしようとしている。その話を聞き逃すわけにはいきません。イヤホンを取り出し耳に装着します。哲夫に盗聴器を仕掛けていたのです。響は哲夫に謝罪をします。今更ながら彼が麗華の父であることに気づいたのです。なぜ気づけたのかというと、信人の失踪に関わっていた人物として、組織の連中が見せた写真の中に哲夫が写っていたためでした。哲夫は京一にしたのと同じ説明を響にもします。盗聴している京一にも筋が通るので、疑いを強められることはありません。そう、哲夫は盗聴されていることに気づいていました。またも盗聴器を逆に利用したんですね。このあたりの起点はさすがです。話の内容が信人と響のプライベートな関係に及びそうになったところで、するとそこで哲夫は盗聴器を切りました。何もそこまで京一に聞かせる必要はありません。というのは建前。万全の状態で聞き込みを始めます。盗聴器を切るという行動は、京一に絶対に気づかれますし、なかなかに度胸が必要ですが、よくぞ判断しました。響は心の底から信人を愛していました。あの信人？僕には全く理解のできない恋愛観です。ごまたしていたこともあったし、
玲香も夢中になっていたし、あれこれ僕がおかしいのかな。そんな響に哲夫は、信人が組織に追われている可能性がある、とデタラメを吹き込みます。自分なら信人を助けられるかもしれない。愛する信人の失踪に心を痛めていた響。そんな彼女の心の隙にスルリと入り込み、自分は協力者であることを強調します。ところでキャバクラでは、キャバ嬢と客が向かい合う形ではなく、隣同士に座る形になっています。物理的に視線が近くなるので、心理的にも気持ちが近くなりやすいのです。この座る位置が今回の哲夫にとってのアドバンテージになりました。響は完全に心を開き、信人の秘密を明かします。実は俺、組織の金を盗んだんだ。バレたら殺される。信人には組織に追われるだけの十分な理由があった。それは哲夫にとって願ってもない状況です。金に手をつけた当時の信人の協力者の SNS アカウントを聞き出すことに成功しました。席に戻った哲夫に、恭一は何か聞き出せたかを問います。当然のようにしらばっくれる哲夫。恭一にとっては何の収穫もない時間でした。そこに組織の武田が現れます。何やら恭一にやらせたい仕事があるようです。それは麻薬の取引でした。普通なら末端の人間がするようなリスキーな仕事です。これを恭一にさせるというのはペナルティの意味合いを含んでいるようです。前回哲夫に固執する恭一の単独行動は久保にもどやされていました。取引場所に到着した二人、なぜさも当然であるかのように哲夫も同行しているのでしょう。お前にこだわったせいで制裁を受けた。一緒に来い。僕行く必要ありますというやりとりが裏であったのでしょうか。しかも取引に使うグッズは偽物です。相手にバレれば殺されます。もちろん逃げたら組織に殺されます。逃げなくてもトカゲの尻尾切りで生かされない可能性もあります。生存確率は 25%。逃げ出そうとする哲夫でしたが、そこで恭一が盗聴器にいつ気づいたか尋ねます。なぜ今？盗聴器は哲夫のスマホにアプリとして仕込まれていました。哲夫はスマホがいつもより熱を持っていて、バッテリーの消耗が早くなっていることからその存在を察知していたのです。恭一がデータをコピーするように見せかけて仕込んだのも見抜いていました。いつでも電話に出られるよう強要したのはスマホの電源を切らせないためでした。にやりとしちゃいます。僕ミステリーファンなので、仕掛けたトリックを言い当てて嬉しそうに語る哲夫。そんな悠長にしてる馬弁じゃないよ。恭一はふっと笑い、確信を持って断定します。そして哲夫、お前が信人を殺したんだろう。そりゃそうなります。盗聴器を見破る能力に長けているミステリーファン。河川と一緒に盗聴器の前で行った寸劇も全てたばかりだったと露呈しても同然です。人間って好きなことを語るときに隙を見せやすいんですね。僕も気をつけないと。思わずほころびを見せた哲夫。とっさのことに何も言えず、真顔で恭一を見つめ返しているうちに取引相手が現れました。ああ、完全に逃げるタイミング失った。よかったね恭一。これで一人じゃないぞ。取引相手は外国人。物と金を交換し、立ち去ろうとする二人に、ウェイトかっちりと。激鉄が起きる音がします。あっさりバレました。組織適当すぎない？慌てふためく哲夫。なぜかその銃口は無関係であるはずの哲夫に向けられました。What's happened? するりと口から飛び出る英会話。It's fake! 丁寧に答えてくれましたが、続けざまに死刑宣告されます。Kill you! Oh my god! 今にもキルされそうになり、ノーサンキューと絶叫します。ちなみにノーサンキューは勧誘や申し出に対して感謝の意を込めて断る英文です。英会話が乱れた哲夫を救ったのは恭一でした。拳銃を奪い、相手チームのうちの一人を人質に取ります。そして哲夫に逃亡の意思を目配せで伝え、威嚇射撃、途端にきびすを返して走り始めます。もちろん相手も黙ってはいません。威嚇ではない本気の射撃が二人を追い立てます。逃亡の最中、突如恭一が立ち止まります。一発の強弾が恭一の腹に致命的な一撃を与えていました。哲夫には2つの選択肢が与えられました。1、ラッキー、鬱陶しく自分を付けねるチンプラを見捨てて逃げるぞ。これで家族を守れる。2、娘と同世代の若者を置いて逃げるなんて大人としてありえない。特に何もできないけど僕は残るぞ。これは1ですね。隠して恭一は始末され、哲夫の疑いは晴れました。助けを付け狙う者はもういません。哲夫をやってのけたのです。お父さんは我が家のヒーロー、マイホームヒーローとなったのです。第1部完とはなりませんでした。恭一を助けに戻った哲夫は彼の腕を自分の肩に回し一緒に逃げようとします。そう、先ほど恭一は哲夫を助けてくれたのです。彼らはバディなのです。お互いに見捨てることなんてできるはずもありません。実際は、哲夫が殺されたらいざという時に罪をなすりつける相手がいなくなって困るから、まるでかばうでしょうない理由で助けているのですが、しかし、恭一は自分はもう助からないほどの傷を負っていることを哲夫に打ち明けます。今はの木は、彼は本当の目的を打ち明けました。店を取り戻したかった。死んだ親父に代わって、恭一も好きで半グレ集団の構成員をやっているわけではなかったのです。社会からはみ出し、自分を追い詰めているこの男も、立場や状況が違えば別の生き方をしていたのかもしれない。どこにでもいそうな若者の一人だったのかもしれない。思わず言葉を失う哲夫のこめかみに冷たい金属が触れます。It's game over。観念した哲夫はまぶたを閉じます。響く銃声、飛び散る血しぶき。しかし、哲夫はまだ働いている股間に疑念を抱きながら、そろりとまぶたを開きます。ヘッドライトに照らされ、青く煙る硝煙の向こうで、男がこちらに銃口を向けていました。襲撃者撃ち抜き、哲夫と恭一を救ったその男は、よう恭一と挨拶をするように声をかけました。その声が哲夫の耳に届いたこと、それが彼がまだ生きている証となりました。
というわけで、マイホームヒーローの第4話でした。最後に哲夫と京一を救った男は久保。京一のボスですね。前回、一般人手を出すことがいかにリスキーであるかを解き、京一に対し怒りをあらわにしていた久保。今回京一にペナルティを与えたのは彼だと推察されますが、その窮地を救ったのもまた彼でした。実際京一はまだ若く頭も切れますから、トカゲの尻尾切りとして見捨ててしまうのは非常にもったいない人材です。最初から見捨てるつもりなどなく、戒めのつもりだったのでしょう。とはいえ、かなりギリギリの綱渡りでしたから、最悪死んだっていいと思っていたのかもしれません。このあたりの割り切れの良さは、やはり反社会的な組織ですね。それにしたって、こんなにすぐバレる偽物を手配するなんて大丈夫ですか、この組織。リスクマネージメントがしっかりしている久保さん、何か思うことないですか？ここまでお楽しみいただけたでしょうか？ぜひ評価していただくと嬉しいです。さて、サスペンスフルな展開が全開で、来週も楽しみですね。ドラママイホームヒーローはディズニープラスで配信中です。先が気になる方はアニメで見るのもおすすめです。特に月額が安い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。X でも活動しています。映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。最近、アイコンがクリスマス仕様になりました。わ、かわよ。イラストをプレゼントしてくれた福地さん、ありがとうございました。イラストレーターの福地さんのゆるふわなイラストは、ホームページでご覧いただけます。概要欄のリンクからご覧ください。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。